もかつ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム DB 戦士新 SD 戦国伝超機動大将軍編気流ガンダム1995年発売のキット。今回は塗装パートその1、前回の無塗装で組み立てたパーツをペイント、軽装形態編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのライトフレッシュを使いましたが、他によく使っている下地塗料では同じファレホのゲームカラーエルフィックフレッシュ、シタデルカラーでベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかがあります。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で、様々なジャンルの模型、フィギュア、プラモデルの塗装などに応用できます。色分け最初はゲームカラーのマジックブルーです。ボディ、胴体のパーツに明るい隠蔽力強い青カラーです。次に金色です。シタデルカラーのベース、レトリビューターアーマーです。頭部、胴体、腕部の一部、脚部、棍棒に下地が完全乾燥の後に塗りました。極力均一なペイントができるように、シタデルカラーテクニカルのダーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベースは顔料の濃度が高く、下地としても最適な塗料種です。旅途中のゴッドマルと手合わせし、その強さに惚れ込み、兄貴と慕うようになります。陽動のためゴッドマルと別れ、鋼丸と共にガウンランドへ向かいました。性格は好奇心旺盛で、何でも首を突っ込み、強そうなやつを見るとすぐに勝負を挑みます。ただの暴れん坊に思われることも。気流ガンダムの構成は、頭部にある武竜玉が戦いを司る精神、武竜の力が宿る秘宝です。扱うには強靭な精神力が必要。続いて赤の色分け、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。下地も効いて一発で色が乗っていきます。頭部、胴体、腕部、脚部のパーツにそれぞれ塗装箇所がありました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。ゲームカラーのシルバーです。腕部に細かい色分け、極細筆を使用しています。モデルカラーのライトグレー、水で薄めて白の成形カラーパーツの各所に墨入れ的に使いました。頭部、胴体、腕部です。塗料は水性アクリルのファレホを基本に、シタデルカラーを要所で使ってペイントしました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずは軽装形態を組み立てます。脚部、腕部を左右順に取り付けていきます。
このパートで塗装に要した時間は約60分でした。頭部をジョイントして完成です。棍棒は背中に取り付けました。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー143気流ガンダム塗装パートその1軽装形態編、次回は武者形態とスーパーモードを完成します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。